どうも皆さんおはこんばんちは。いよいよバージョン 1.4 の情報も続々公開され、バージョン 1.3 も残すところあとわずかとなりました。バージョン 1.3 はこの模擬宇宙の郊外の実装や、とんでも性能の損護、不言の実装など色々あったな。今回は宇宙の郊外の総括として、ありとあらゆるキャラ、ありとあらゆる運命で共通した、簡単な難易度5攻略の方法を見つけたので、それを紹介しつつ、色々なことを語っていきたいと思います。パーティー構成なんか尖ってんな。壊滅主人公に絶望した私は、ベラに殺虫させまくる機会になりました。壊滅主人公ダメじゃったか。私も結構頑張ったんですけどね。まずは壊滅主人公について語っていきたいと思います。スターレイルで最初に手に入れるキャラ、壊滅の主人公。このキャラは色々能力はありますが、大きな特徴が2つあります。1つ目は、超高威力の必殺技。なんだよ、強いんじゃん。なんと単体火力脅威の 480% ダメージ、3体火力 632% ダメージです。思ったよりぶち壊れててわろた。わかりやすいようにゼーレと比較すると、貫突ゼーレの必殺技が単体火力 459% ダメージでゼーレ超えてんの？そうなんですよ。こいつゼーレ超えてるんですよ。ただ問題があるとすれば、2つ目の特徴、減衰しないスキルダメージです。普通は拡散攻撃って、単体に対しては倍率が小さいものの、周囲を巻き込んだ余波ダメージも合わせてある程度の火力になるように調整されてます。中央に対してのダメージが高めなんだよな。ですが主人公のスキルはなぜか減衰しない拡散攻撃。これにより、3体合わせてのダメージはそこそこの倍率ですが、単体相手には通常攻撃とほぼ変わらないダメージという絶望。ちゃんと終わってた。必殺技を打ちたいんですが、EP を効率的に貯めるには、クソがつくレベルで弱いスキルを打たざるを得ず、ダメージロスが少ないからと通常攻撃を使って SP を供給すると、EP がなかなかたまらず必殺技が打てないという地獄のジレンマ。必殺技自体は強いから、ダメージチャレンジする分には楽しそうだな。実は私、壊滅主人公を救いたいがために、陰月本体は貫突してないんですが、モチーフ光円水を貫突させてるんですよ。マジで何やってんの？これ、通常攻撃を使うとバフが乗って、EP 回復効率が上がる光円水で、回心率もバカみたいに上げてくれる、ある意味主人公と相性のいい光円水なんで。バカはお前だよ。無料で貫突できる壊滅主人公に、10万円近くかけて光円水を完成させた結果、ご覧のように、後ろの戦闘は強化ビーコン付き精鋭ですが、壊滅主人公軸のパーティーでも特に問題なく攻略できています。まだ序盤で火力バフをほとんど取ってないから、この必殺技が大体の火力目安か。クソ硬い強敵相手に14万ダメージ出てますし、バフらしいバフは不言からしかもらえてないので、いつもの調和ガールズたちを集結させれば、すごいダメージは出せそうですよね。だけど本当にマジで一発芸なんですよ。ホームラン芸人さんだったか。通常の模擬宇宙なら、芸人でもクリアできます。ですがここは宇宙の郊外、難易度5です。一発芸だけでは許してもらえない、そんな厳しい世界なわけです。そしてこの宇宙の郊外の難易度5初回クリア報酬が結構美味しい。壊滅主人公でも全運命クリアできる方法あれば、実質誰でもクリアできるってことになりますよね。いや確かにそれはそうかもしれんけど、全運命のクリア方法解説しだしたらキリがないんじゃ。いやそれが、あったんですよ。とんでもないことなんですが、運命すらも無視したクリア方法が、そんなまさかカーニバルな攻略方法が、そんな祭りは存在しない。今回はペラで遊んでたら見つけた、運命ガン無視攻略法で北条の運命をクリアしていきます。ペラさん今8万ダメージ出てなかった？このペラは次のバージョンで実装される予定の新キャラ、軽有用の殺意マシマシ異物を装備しているので、ペラにしては火力が出ます。脳筋系頭脳キャラ爆弾。とはいえ、ペラで難易度5を殴り倒せるわけもないので、そこはご安心いただきまして、今回はさらに火力系の祝福は控えめにして攻略する予定です。難易度5の敵の攻撃はバカみたいに痛いからな。できる限り生存系の祝福を取りながら、攻略できるならそれに越したことはないですよね。あとはマジで不言強いから、ガチャ終わるギリギリの最後の忠告、マジで本当にできるなら、不言確保しましょう。今後のスターレイルライフを大きく左右するキャラです。やっぱそんなに強いのか。無突、モチーフ光円水なしで十分強いです。同時に引ける星4北条のリンクスもめちゃくちゃ強いので、本当に最後まで諦めずに確保狙ってみてください。ということで、そろそろ今回の攻略のギミックをご紹介いたします。どうやって全運命でクリアするかというとこれ、繁殖の運命で付与できるデバフ、奉仕を使うんですね。奉仕。それってなんだっけか？繁殖の運命といえば、通常攻撃をバチクソに強化して殴るので、意外と意識したことはないかもしれませんね。説明は左上に出しておくとして、要はこれを起爆すると出せるダメージが、凍結パーティーの最終兵器、地震並みに強い。これそんな強かったの？マジで難易度5段階強化ぐらいまでなら、この奉仕デバフだけでクリアできるレベルです。なので、あらゆる運命に対応しており、必要なのはスボーム関連マスで奉仕関連の祝福である。この2種類の祝福を取得して強化するだけで OK。しかも恐ろしいことに、
奉仕は効果命中と効果抵抗の影響を受けないようで、理心構成のような、お願い皇帝という祈りも不要です。ただパーティーの生存を優先させつつ殴ってればそれでいい。だから壊滅主人公でも問題ないのか。殴れれば誰でもいいわけだ。前回途中の攻略をバスッとカットした結果、2ボスが一番難しいんだからカットすんなって言われちゃったんですが、この奉仕攻略法なら、祝福をとにかく生存系に割り振れるので、孫悟主人公とナターシャでも余裕で耐久が可能。さらっと壊滅主人公捨てるな。つまりどういうことかというと、それより強い北条や孫悟を持っていれば、どんどんと攻略の難易度は下がっていくわけですね。最終的に壊滅主人公も抜いて、ジェパードを投入するつもりでダウンロードしておいたので、最後のボス戦は火力を奉仕に頼って攻略してみようと思います。ちなみに普通に難易度5も生存補助役は、不限1枠で耐久可能なので、その分攻撃メンバーを増やせれば、火力面でもクリアがどんどん楽になりますね。道中、強化ビーコン付き精鋭に苦労することもない。後ろの画面で死ぬほど頑張ってるのが見える。ペラ先輩、おやで出していいダメージじゃないっす。普通にアタッカーみたいな削り方してて草。しかしマジで防御系以外まともな祝福取れてないけど、本当に奉仕ダメージだけで削り切ることができるのか？現状まだ片方だけしか祝福が手に入っていませんが、最終的に両方揃えればスキルを使っても、通常攻撃を使っても奉仕が溜まるようになります。発動条件が SP を消費する、もしくは SP を回復するなので、実はとんでもなく相性のいいキャラがいるんですよね。陰月だろ？陰月接待するための運命だし。もっとヤバい相性のやつがいます。それが静寂です。こいつと進めると灰を積もりながら SP を回復したり、灰を積もるために無限に SP を食い散らかすのは言わずもがな。貫突まで行けば強化攻撃時にも SP を回復するので、全キャラ中最も効率よく奉仕を貯められます。特に理心と違って奉仕のいいところは、通常のスボーム戦闘でも星3祝福が出やすかったり、スボームイベントエリアでも、スボーム戦闘エリアでも、繁殖の祝福しか選択肢に出ないので集めやすいんですよね。確かに理心は全ての祝福からかき集めないといけないけど、繁殖の運命ならスボームエリアを狙っていけばいいのか。特にスボームイベントエリアは虫の警戒度が上昇する代わりに、報酬が上手い戦闘が発生しやすいのでおすすめ。そういえば今更なんだけど、虫の警戒度って何なんだ？イベントで結構上昇するけど、虫が強くなってるイメージはないんだよな。強さは変わらないんですが、虫の分裂頻度が上昇するみたいですね。難易度5を攻略するだけなら、案外虫の分裂頻度が高い方が楽だったりしますよ。あいつら倒すたびに爆発ダメージ与えてくれるの、バカにならないダメージなんですよね。しかも奉仕は攻撃がヒットすると破裂する仕様なんですが、その後付近の敵に伝播するので、敵の数が多いほど効率よく奉仕がスタックし、さらに破裂と伝播を行い雑魚の処理速度も速くなります。奉仕の祝福を取るためにスボームの警戒度が上がってしまうのも、別に悪いばかりじゃないんだな。一見、通常攻撃を駆使しないパーティーにとっていまいちに見える繁殖の運命ですが、やはり宇宙の郊外のテーマというだけあって、最大のクリア感は要素として存在しているということなのでしょうか。それでもやっぱり模擬宇宙が難しいって人は多いよな。バージョン 1.3 ももうすぐ終わるけど、まだチュートリアル終わってないってリスナーが結構いる。このゲーム、結局ソシャゲ課金ゲーなんで、ガチャしていいキャラを手に入れないとダメって意識があると思いますが、不限とか強いキャラも結局しっかり育成しないと、ダメージ肩代わりに耐えられずに死んだりしますからね。どの口がしっかり育成とか言ってんだ。レベル1攻略していた不限も、今回ついにレベル80になりました。バージョン 1.3 もいよいよ終わりだなとしみじみしてます。バージョン 1.4 は幕開って書いてあったし、大きくメインストーリーが進むこともなさそうだな。特にシーズン期間が通常40日周期なのに、今回は33日と1週間短いそうな。1週間分次のガチャが早く来ちゃうってこと？破産のサイクルが早まってる。実は次のバージョンも、模擬宇宙に更新来るんですよ。無限次元界とかいう、ヤバそうなタイトルしかまだ判明していませんが、あとは注目のイベントはエーテル戦線か、ポケモンっぽいモードが追加されるらしい。どっちかというとドラクエモンスターズっぽいですけどね。実装されたらワンチャン動画化してみようかなとも思ってる。そしてこちら精鋭戦闘の終盤をご覧ください。今銀狼の通常攻撃が13万ダメージに見えたんだけど、奉仕が破裂したダメージですね。不限も単体で16万ダメージ出てんのかよ。壊滅主人公の通常攻撃も10万ダメージ。火力系のスイッチを積んでもこうはなりません。事実必殺技で回収が発動しても、奉仕が破裂する数スタックしていないと、11万ダメージしか出ないめちゃくちゃ硬い相手です。これが奉仕ギミックが救済だと言っている証拠か。行動回数が増える順種の祝福は、奉仕の付与回数が増やせるのでいいですね。星3の祝福が強化されたらラッキーなので、こういう強化イベントや強化異物も触っておきたい。引きが強い子って、残念ながら奉仕の祝福が強化されませんでしたね。もう一つの奉仕の祝福もなんとか拾いに行きたいんですが、今のエリアの隣がスボームエリアになってるな。結構繁殖の運命集めてあるので、
普通にスボーム戦闘エリアでも、星3の祝福が出る確率高くなってると思うんですよね。逆にスボームイベントエリアには、単純にクッソマイナスなイベントも結構あるので、後半に踏んで辛い思いをしたくないという気持ちが、あと難易度の高いスボーム戦闘マスは、雑魚を一斉に爆発で倒すのが基本です。全員の HP をある程度均等に削っていって、最後に連鎖爆発で倒せるようにすれば、分裂頻度が高くなっていても気になりません。今回みたいな生存補助重視の攻略なら、大量の虫に殴られても耐えられるだろうしな。はい、ということで勝ちました。今一番右に出てた星2の祝福も余裕があれば取りたいですけど、この星3を2種類取ってあれば基本的に負けることはありません。これで今回の攻略に必要な火力要素は揃ったってことか。マジで北条の運命関係ない上に、必要パーツ少ないんだな。スボームエリアを踏めればどの運命でもいいので、すべての運命に対応できますし、例えば虚無の運命とかなら、虚無の祝福を集めれば、それだけ火力はどんどん楽になりますよね。順守なんかも攻略が難しいと感じる人が多いみたいですが、北条の運命でこの構成の火力でも足りるので、スボームエリアで奉仕を狙ってみると良いと思います。クソみたいなイベント引いちゃった。下の選択肢は万が一奉仕捨てちゃうとな。仕方がないので上の選択肢でお茶を濁しますか。まあまあ強い生存補助の祝福が2枚飛んだな。とはいえ生存補助2枚とバフ2枚なので悪くないかも。あと2ボスのおすすめは、以前の動画でも言いましたが、圧倒的に角化が弱いです。ジェパードとシカはマジでヤバい。スバローグも比較的おすすめですが、カカリアは凍結運が悪いとパーティーが壊滅してしまいますね。運命の反響などで、凍結を解除できる準備があるなら、比較的カモ寄りなので北条が絡んでいれば美味しいです。それじゃあ2ボスの戦闘も、軽くだけ見ていくか。早送りはしますが、少し普段より控えめで、詳しい戦闘の内容は最後のスボーム戦を見た方がいいですからね。ほんとペラの通常攻撃で意味不明な数値が出るな。この星ちゃんの必殺技とかかなりヤバいですよ。拡散で約32万ダメージです。からの戦闘スキルで30万ダメージか。もうこれだけで奉仕のダメージディール能力がお分かりかと思います。静寂は4突から本領発揮をするので、突進んでいないと微妙かなと思ってる人も多いでしょうが、宇宙の郊外を攻略するにおいては、静寂自体が火力を出す必要がなく、スキルをいっぱいから打ちできるというだけで奉仕が振り負けるので偉い。キノコか何かかな？貫突してれば異物が微妙でも奉仕構成なら、大量に奉仕を振り負けるのでマジで強いです。つまり何が言いたいかというと、静寂を愛せ。静寂大好きチャンネルさん。バージョン 1.4 は少し落ち着いたら静寂の異物をさらにブラッシュアップして、より高みを目指そうと思ってるんですよね。静寂はゼーレと異物が共通してるから、初期からプレイしている人だと結構いい異物がありそうだな。マジで奉仕構成安定するのでおすすめです。それ奉仕をホームランで起爆しますよ。約38万ダメージで草。同人誌公演水のバフを乗せつつ奉仕を負ける通常攻撃も添えてな。同人誌っていうな。渓流の公演水がワンチャン壊滅主人公に使えないかなって思ってたんですが、先日発表された性能を見るに、結構渓流専用って感じがしますね。というかむしろ渓流はモチーフがあって初めて全力出せそうな感じ。不言が無突モチーフなしでもかなり強かったので、渓流は強さを生かそうと思うと結構お金かかりそう。陰月みたいに2突がめちゃくちゃ強いんだろうな。最近のホヨバースの傾向そんな感じありますよね。今まで4突6突がめっちゃ強かったから、4突したなら仕方ないし貫突目指すかって感じだったのに、1突、2突がめちゃくちゃ強いからそこで十分な感じある。多分肺課金から絞り取るより、美課金の人たちもワンチャン突させようとしてるのかも。長く運営するという視点では、そちらの方が健全ではあるけどな。私は渓流はキャラも公演水も無突確保の予定なので、1突とか2突強いと引きたくならないか心配です。ってことで、2ボスもサクッと終わりましたね。ラスト第3ステージはほぼ何もないので、カットしてラスボスに行きたいと思います。その前に一応祝福強化画面で、所持している祝福を見ておきましょう。できれば奉仕系の祝福の納金は強化しておきたいです。死能放出は奉仕付与には直接関係ないので、別に強化しなくても問題ありません。星2の奉仕系祝福は強化すると強いものがあるので、取れているなら強化をワンチャン狙ってください。今回は奉仕で戦うというテーマなので、必要ないけど死能放出も強化しておきます。ということで、壊滅主人公を切ってジェパードを入れてみました。もうマジで誰が火力出すんだよみたいな編成だな。皆さんの考えうる限り生存能力重視した構成にしてください。そして、火力を一切無視した状態でも勝てるんだと、今回の戦闘で証明したいと思います。ジェパードにしたのは火力を下げて生存補助を上げるためですが、今回の私の場合は不言一人で余裕で耐久可能です。つまり壊滅主人公のままでも勝てるんですが、壊滅主人公でクリアしたぞ、というには祝福が強すぎて、変なところでプライドあるよな。バリアを所持していると反撃ダメージみたいな祝福も取れているので、
それがどの程度ダメージが出るのかを見るのも兼ねて、バリア最強のジェパード君を連れてくることにしました。不言以外のバリア量が HP バーから溢れてる。バリア量を増やす祝福取れていればもっと楽しい画面になったんですが、途中のイベントで星に祝福ランダム吐きで捨てちゃったんだよな。第2ステージの終盤のイベントか。今回、パーティーにヒーラーがいないので腐ってますが、一応ヒール量を記録してダメージに変換する祝福なんかもあるので、そういったイレギュラーダメージ系を取りまくれば、パーティー自体の火力が足りていなくても、模擬宇宙は十分クリアできるように作られています。ベラのスキルで34万ダメージ？本当に奉仕やばいですよね。ブローニャとかも SP 消費して味方を最高動なので、奉仕の配布効率ガンガン上がりますし、1突するとスキル使用で SP 回復したりもするし、モチーフあれば必殺技使用で SP 回復もあったな。静寂とブローニャでアホほど SP 消費できますね。頼むから普通に殴ってくれ。では終盤まで少し早送りします。渓流も行動回数多そうで、奉仕と相性良さそうだなと一瞬考えたんですが、渓流は強化状態になると、SP を消費しない状態でスキルを連打するので、SP を使いもしないし回復もしないということで、奉仕とは残念ながら相性は悪いということで動画予定が没に。それで今回バージョン 1.4 目前にこんな形で動画になってるのか。ベラちゃんの必殺技でこんなダメージ出せるのも楽しいからね。75万ダメージはもうバカなんよ。まあダメージ表記の時に、緑色の数値で表示されているのが奉仕ダメージなので、やっぱペラが出したダメージというよりは、奉仕が出したダメージなんですよね。ダメージチャレンジ界ではノーカウントなんですか？まあ割とカウントしても許されるとは思うけど、ダメージチャレンジするなら、難易度1でやった方が出せるんでね。銀狼の通常攻撃で46万ダメージってなんだよそれ。いやもうほんとこれがギミックダメージの極みなんですよ。異物だろうがレベルだろうが添付だろうが、どんだけ頑張っても通常攻撃じゃ46万は出せないですからね。模擬宇宙、マジで極めてるんだな。それでもきつかったのが難易度5、20です。陣を使わずにクリアしたいんですけど、不言をレベル80にしても未だクリアできず、敵の攻撃がヤバすぎて、陣以外のアタッカーが攻撃を耐えきれないんですよね。なんとか静寂で攻略を狙ってるんですが、マジで火力が意味不明です。その上敵の耐久力がヤバすぎて、攻略動画の時間がボスだけで軒並み1時間近くある。ゆっくり実況絶対無理だそれ。まあこの動画も早送りしなきゃ1時間ぐらい録があるんですけどね。動画のほとんどが早送りの実況動画とは。うおー、不言必殺79万ダメージ。今回は生存補助系の異物をつけてたはずなのに。バリアの反射ダメージで28万ダメージも出てますね。模擬宇宙ってマジですごいな。忘却の庭みたいなエンドコンテンツは、純粋に育てたキャラの強さのみの勝負ですけど、こと模擬宇宙はインチキし放題のコンテンツです。というかどれだけインチキできるかの勝負ですから、今回みたいにインチキだけでダメージ出すのは楽しいですね。もう何が本当で何が嘘なのかわかんねえよ。はいそれじゃあ虫爆弾起動と、奉仕やばすぎ。そんでこの雑魚の爆発で54万ダメージって。だから虫の警戒度上げるのはやめられないな。あっちが勝手にどんどん爆弾供給してくれるんだもんな。やばいわ、もう脳がバグってきてペラってクソ強い範囲アタッカーに見えてきた。ペラは範囲に防御ダウンを高頻度で与えられる優秀なデバッファーです。あとジェパードくん、38万ダメージはすごいけど、もうちょっとセイバルお姉ちゃんのギターケース大事に使ってあげて。あれギターケースなの？なんだと思ってたんですか？でっかい盾みたいなもんだと思ってたのに。ギターケースですよ。いやはやしかし、全体攻撃も全く効かないし、反撃ダメージで勝手に30万ぐらい削れてくれるし、マジでなんなんだよこの攻略方法。誰もまともにダメージ出せないはずなのに、バカみたいに敵が削れていく。ほら、7300のバリアの追加が、ペラなんか HP2 本分以上のバリアで草。ここで雑魚が再投入。多分雑魚を倒す前にボスが死にますけど、雑魚に胞子が溜まって破裂して伝播するのでボスに溜めてあった胞子を破裂させて雑魚に巻いていきます。破裂できる準備が整った胞子は、敵の周りに虫がたかっているエフェクトがつくのか。その敵にダメージが入ると破裂して、隣に伝播するって感じ。3つ以上溜まってると破裂して、祝福を強化すると最大で9つスタック。ちなみに風属性ダメージなので、1ボスで相手に風属性弱点を埋められれば、人生は削れませんが、ダメージはさらに通りやすくなりますね。SP を回復すると敵全体に胞子が溜まるから、ただの通常攻撃がとんでもない布石になるし、なんならそれで胞子が破裂しても結構なダメージになると。さて、ボスの HP もそこそこ揃えて胞子も結構溜まりましたね。そろそろフィニッシュなので等倍速でお送りしましょう。これがペラの超頭脳で導き出した、模擬宇宙の郊外の模範解答です。繁殖の運命の解放が必須にはなるが、確か難易度1を繰り返しクリアするだけでも解放できるんだっけか。ジェパードを持っていれば、一応バリア反撃構成でも似たように削れますが、反撃で61万ダメージ？孫悟の運命じゃないんだよな。北条でもこれぐらい出ますね。まあ道中が奉仕以上にめんどくさいんですよ。理心並みに祝福集めるのも難しいし、何度も道中でも説明しましたが、奉仕は集めるのが楽。どのキャラでプレイしても一定以上のダメージが期待できる。しかもスボームイベントを踏む都合上、虫爆弾の供給も簡単ということで、宇宙の郊外をやり込んだ私から一番おすすめの攻略方法です。すごいな。
本当にこのクソ火力構成で難なく削り切った。今回も別に特別な異物を使った攻略ではなかったので、異物や奇跡紹介コーナーは割愛しちゃいます。ぜひ皆さんも自分のベストパーティーで挑んでみて、バージョン 1.3 最後に難易度5のクリアを目指してみてください。他にも動画のリクエストや、質問なんかをコメントにいただけると、今後の動画の攻略に反映されるかもしれません。チャンネル登録と高評価もやる気につながるのでぜひお願いします。ということで次は新キャラ経由の動画でお会いしましょう。ご視聴、ありがとうございました。